無事に拠点 A を制圧できそうね。いえ、ちょっと待ってください。敵、来ます。急ぎこの場から離れるわよ。被弾。転がされる。どうやら、また哀れみを買ったみたいですね。そんな売ろうが買おうが、逃げ切れば勝ちよ。せっかく逃がしてもらったのに、やっちゃいましたね。もう少し。なんか、足音が聞こえてくるんですけど。やっちゃいましたね。君の笑顔、私の笑顔、はい。状況を送れ。しばらくの任務は、この、オーサンダーにおいて戦闘ヘリとは結局なんぞよ、をテーマにミッションを進めてもらいます。各国の戦闘ヘリごとに解説しちゃったりとか？いいえ、そんなありがちの解説ではなく、もっと違った切り口からお願い。なるほど、了解。先輩、了解って簡単に言ってますが、何かアイデアはあるんですか？結局、ってところね。戦闘ヘリってのは、あくまでも、対戦車ミサイルを運ぶプラットフォームってだけであって、重要なのはその個々の機体を解説するんではなく、どんな対戦車ミサイルを運用してるのか、なのね。これはいろんな戦闘ヘリを運用してきて、私のたどり着いた結論ってのかしら。なるほど。それぞれの対戦車ミサイルにはその固有の射程距離があるわけで、結局はどの機体を使おうとも、その制約からは逃れられませんからね。そういうこと。なので戦闘ヘリを機体ごとに紹介するんではなく、それぞれの対戦車ミサイルの運用方法をメインに進めていこうと思うわ。そんなわけで、第1弾はやっぱりこれ、ヘルファイア対戦車ミサイル。ヘルファイアは、冷戦期におけるソ連の戦車部隊の脅威に対抗するために開発されたの。機動性に優れた攻撃手段としてヘリコプター搭載型の誘導ミサイルを求め、敵戦車を効果的に破壊するために設計されたわ。名前のヘルファイアは、ヘリコプターローンチドファイア&フォーゲット、ヘリコプター発射型射撃後放置兵器に由来してるわ。地獄の豪華じゃないんですね。みんなも恥ずかしいから言っちゃダメよ。あと、このオーサンダーでは今だファイア&フォーゲット部分が実装されていないわ。毎回のアップデートごとに楽しみにしてるんだけど、さすがにゲームバランスに苦慮するんでしょうね。レーダー誘導モード、ロングボウシステムですね。AH-64B 以降に搭載されたロングボウレーダーにより、最大16の目標を一度に捕捉、追尾し、複数目標へのファイア&フォーゲット攻撃が可能になるわ。目標追尾後にミサイルを発射すれば次の目標へ迅速に移行でき、効率的な同時攻撃が可能。16の目標って、ゲームスタートしていきなり敵前車両に対して対戦車ミサイルぶっ放せるってことですもんね。そりゃないですわ。最大射程は8キロで、ミサイルの弾速は秒速475メートルになるわね。最大射程から発射したとして、8キロでおよそ17秒ってところですね。なんだけど、機体の向きでも若干ブレたり、惑星の仕様なのかゲーム内で最大射程8キロ付近から発射すると30秒近くかかることはザラにあるわ。今回のこのアタッチの動画見てもらうとわかると思うけど、4、5キロ付近、20秒前後で弾着するくらいでの運用がストレスなくちょうどいいかなって感じね。マップにもよりますね。障害物の多いマップだと厳しくなっちゃうから、そこはまあケースバイケースってとこね。あと、このくらいの距離だと、敵の対空ミサイルや直接射撃に対しての対応をする時間が取れるってのもあるわね。と、ここまでミサイルの解説したけど、機体は何でもいい、ミサイル運ぶだけだから、ってわけでない部分ももちろんあるわ。ミサイルを運ぶプラットフォームの自衛能力、部分ね。戦闘ヘリの最大の脅威は何？敵対空車両、そして敵航空機ですね。そう、その後者、敵航空機に対して、懐いっぱいに抱え込んだ対戦車ミサイルを守る能力のことね。運用自体は運んでる対戦車ミサイルの射程距離に依存するけど、継続戦闘能力は機体の対空装備に依存するってこと。その点、このアパッチはかなり優秀ですね。AIM-22、スティンガーなどの短距離空対空ミサイルを搭載し、機種に搭載された M230 チェーンガン。そしてロングボウ、レーダーにより敵航空機やドローンを検出可能。まさに西側最強の戦闘ヘリは、このアパッチロングボウと言えるわね。
初見ですね。イタリアの課金戦闘ヘリ、T129、ATA 系。T129 マングスタ、トルコ陸軍向け改良版ですね。この子に積んでる対戦車ミサイルは、UMTAS、オムタス、または、ミズラク U、というらしい。スペック的にはほぼ、ヘルファイア、と変わりませんね。決定的な違いが一つあるのよね。決定的な違い。弾速が、毎秒尺80メートルで、ヘルファイアの半分も出てないのよね。ってことは、弾着までに2倍からの時間がかかるってちょっと寝ちゃいそうですね。ヘルファイアで4キロとかでおすすめしてた運用距離だと20秒以上かかっちゃう計算になるわ。でも、それより短い距離で運用すると敵対空車両のいい的になるだけなので、眠気をぐっとこらえながら弾着まで我慢。なるほど、このバックに流れる BGM って、イタリアの作曲家、プッチーニの歌劇、トゥーランドットより、ありゃ、誰も寝てはならぬ、なのはその皮肉なんですね。まあ、そんなとこね。なので、弾着までに結構時間を有するだけに、私が推奨している、とりあえずぶっ放して、後で敵を探す、ってスタイルが重要になるわ。さすがに、20秒も無防備に浮いてるわけにはいかないですよね。そういうこと。他は基本的にヘルファイアと大きく違いはない感じ。ただ、この子は現状、機体に少し癖があるので注意が必要になるわ。ミサイル発射時に、一度か方向にスイングする癖があって、こんな感じで低空でミサイルを発射すると、地面を耕すことになるのよね。低空時には少し機種上げてからミサイルを発射してあげてね。継続戦闘能力はアタッチ同様。機種に 20mm ガトリングガンにスティンガー空対空ミサイルを装備できるのでそこそこいい感じ。スティンガーに関しては最大8発運べるので、対空番長やっちゃうのも良いかもね。この子で開発を進め、最後に手にする T129D ではあたおかな、スパイク ER、空対地ミサイルを手にすることになるんで頑張ってね。ファイア、フォーゲットできちゃうやつですね。でもあたおかって。そっちは次回の動画でやるから待っててね。しかし、ほんと当たらないっていうか、戦線が膠着して身動きできない状態とかじゃないと、まともに当たってくれないんじゃないかしらとか思っちゃうくらいに遅い。これだけミサイルばら巻いて、今が撃破できてない。イタリアの戦闘ヘリ開発進めるには、この子か。129マングスタ、インターナショナルプロトタイプの2択ですね。そっちはヘルファイアを運用できる反面、機種重座が 12.7mm と貧弱。まあ、好みですかね。今回も最後まで見てくれてありがとう。どうだったかな？機体が違うだけで同じ運用動画見るよりは、搭載ミサイルごとでの運用の違い。あと、どの機体を使うかは好みって感じですかね。そういうことね。次回の予定は、長距離対戦車ミサイル、ファイア、フォーゲットの比較動画になると思うんで楽しみに待っててね。後者は良さげなプレイ動画撮るまでで一苦労しそうですね。出撃コスト高いからね。今回の動画、良かった、ためになった、また見たい、と思った人はチャンネル登録と高評価よろしくね。撮りっぱなしならいざ知らず、カット割りだけでも半端ない時間消費しちゃうので、後で続かないとなかなか動画更新し続けるの大変ですからね。それじゃ、またね。またね。